皆さん、森のニーナです。今日の動画は毎月恒例の今月のお気に入りを紹介していきます。本来秋なのにまだまだ夏が続いていたり、異例な季節でしたよね。乾燥もひどかったし、手助けしてくれたスキンケアたちが今日の動画では多めです。健康維持のために私が続けている食品たちがあるんですけど、それらの美味しい版を見つけてきたので、ぜひねもしてほしいなと思います。これからの季節に合いそうなコスメたちっていうのも今日は紹介します。それでは始まります。スタート。早速1つ目はチェルラホワイトブライトセラム。価格が 15ml で6000円。医薬部外品です。ハリツヤ弾力をサポートする卵殻膜と美白効果のあるトラネキサム酸がメインなので、美白とエイジングケア両方できちゃう美容液です。テクスチャーは少しとろみがあるように見えるんですけど、伸ばしてみると水分系な感じでもあります。で、肌に触れるとオイルみたいに滑るっていう、覚えてる方いるかな。ロフト購入品で紹介してから毎日使ってたんですね。使えば使うほどキメが細かくなったり、日焼けした黒い肌がいつもよりも戻りやすくなった早い気がした。色素沈着や小じわが気になる箇所に私は重ね付けしてます。12滴で全顔伸びちゃいます。12、ほら、むしろ首にもちょっと余るくらい全然減らないので、思った以上にコスパいいし効果も高かったし、本当に買ってよかったなって思いました。のチュルンと感やばくないですか？水たくさん飲んでる人みたいな透明感が溢れるので、使うモチベをずっと保たせてくれましたね。保湿力で言うと軽い使用感なのに結構内側からしっかり保湿されてる感じで、しっとり感も長時間続きます。表面はベタつかずサラッとはしてきません。だけどちゃんと中に蓄えられてる感じはします。で、成分卵殻膜エキスが入っていて、コラーゲンとエラスチンが入ってるんですよ。さらには自分が持ってるコラーゲンとエラスチンが増えるサポートをしてくれるらしいです。肌の張りとか弾力を担いたい時にすごいいい成分で、年齢とともに減っちゃうこれらの成分を補ってくれます。一番気になってた目のシワのしぼみとかがちょっとふっくらしてきた気がします。さらには抗酸化成分も結構強いので、総合的なエイジングケアをしたい人にすごいいいなって思いました。この秋ね、夏のダメージ挽回した方がいいので、美白美容液はちょっといいの見つけといて使っといた方がいいと思います。続いて今年の4月に発売された水分量底上げがキャッチワードのナンバーズインの1番で、ガルバニックパントテン酸スージングセラムです。乾燥肌なのにニキビがなぜかできてしまうという方に特におすすめのセラムです。水分量を増やしてくれるものなので、ニキビはそんなできないんだけど乾燥肌っていう方にもおすすめしたい。見た目は無色透明ジェル状のテクスチャー、すごく軽いんですよ。手に取ると少しねとろみがあります。肌に触れるとすぐに馴染んでくれます。伸びがすごく良くて、1プッシュだけでも全然全顔にしっかり広がっちゃいます。しっとり仕上がりっていうよりも水分を含んだような肌質の仕上がりになって、だけどベタつかない。馴染みきるのも早いんですよ。次のステップにすぐに進めるっていうところも嬉しかったポイントです。一番のメインの成分としてはパントテン酸が入ってるんです。皮脂の過剰な分泌を抑えるような効果があって、過剰な皮脂ってニキビの原因になっちゃうんですね。なので、それをコントロールしてくれる成分パンテノールも入っていて、それが抗炎症作用なので、さっきのパントテン酸と一緒にニキビができにくくなったり、できてしまってるニキビっていうのを鎮静させてくれるもの。ナイアシアミドもこれ 4% も入ってるんですよ。ヒアルロン酸だったりトレハロースも入ってるので、しっかりと水分量を上げてくれたり、水分保持も手助けしてくれるような成分です。ニキビケアとニキビ跡もケアできる、水分量も底上げできる、さらには季節の変わり目とか揺らぎがちなお肌も鎮静させてくれる、そんなセラムです。はい、馴染みきった後はこんな感じなんですけど、もうツルッツルですね。だから見た目も張り感が出ているような感じになります。やっぱ使い続けることによって、その調子が良い時みたいな肌の整い方をした。昔はただの乾燥肌だったのが年々すごい混合肌になってて、それがちょっと落ち着いてきた感じがしました。もう全体的なバランスが整ってきた感じ、普通肌寄りにはさせてくれた気がします。まとめると、このセラムは乾燥肌だけどニキビができてしまうという方にすごいおすすめ。あとは混合
燥肌の方にもおすすめしたいです。もしくは肌が敏感な時期や季節の変わり目にも使いやすいです。続いてのお気に入りはこちらです。コスメデコルテ薬用マイクロバームローションミスト。医薬部外品、化粧水とバーム 2in1 の機能が特徴です。オールジャンルの肌質に適応している化粧水って言われていて、敏感肌とか私みたいに乾燥肌の方も使えます。9月16日に通常の化粧水とミストタイプを発売してるんですけど、ミストにしては 150ml って結構大容量な方だと思います。見た目で言うと乳白色、結構水っぽいです。手でなじませてみるととろみ感も感じます。公式ではシルクのような軽やかな質感で表現をされているんですけど、確かにシルクっぽいんですよ。滑る感じが肌にもすぐに馴染んでくれます。しっとり感はちゃんとあるのに不快感のあるベタつきはない。1年通して使えそうな重たくならない使い心地がいいなって思いました。私はお風呂上がりに直接吹きかける時もありますし、髪の毛とかにつきたくない時とかはこうやって手に取っちゃってパタパタと塗るようにしてます。垂れたりするのが本当にだるいって思っちゃってる方はミストの方がいいと思います。普段の化粧水にミストのノズルをつけるとかでもいいと思います。肌荒れ防止成分ビタミンとヒアルロン酸が入っていて、さらにマイクロバームカプセルっていうのが入ってるらしくて、これが肌の長時間の潤いをキープさせてくれるっていう仕組みらしいです。一番いいなと思ったところは、化粧水なんだけどしっかりと油分を補えるっていうところ。油分入りのいいミストっていうのを常々探していたんですけど、これに出会ってからはこれでいいじゃんって思うんです。普通の化粧水よりもむしろクリームまで仕上げたくらいのしっとり感な仕上がりなんですね。だけどベタつき不快感っていうのが全くないので、スキンケアを一通り全てやるのが嫌いな男性だったり、いっぱい重ねてつけるの嫌だよっていう方、乾燥が気になる方、保湿物足りないってならないので、人類は大げさかもしれないですけど、この化粧水に救われるんじゃないかと思いました。まとめると、簡単に使えて保湿ができるのに内容的にもめっちゃ優秀。価格はやっぱりデパコスではあるんですけど、少量でも結構全顔に伸びるし、油分が結構入ってるので重ね付けしなくても全然物足りなさっていうのがないので、そこまでコスパは悪くないと思います。試す機会があったら使ってみてほしいです。続いては食品になります。ミラク堂のココアパウダー純ココア 500g 入り、砂糖乳製品不使用の純ココアパウダーで、ココアバターがなんと 22% 配合されてます。オランダ産です。ココアバターの割合が多いのでコクが深くてとっても美味しいんですよ。今まで私スーパーでよく売っているお手頃なものを飲んでいたんですけど、これに変えてから全然臭みがなくてまろやかでコクがあって、とにかく美味しいんですよ。私の動画きっかけで純ココア飲んでくれてる方多いと思うんですけど、美味しいの見つけましたよ。作ってきました。大さじ1杯に半分ぐらいのお湯に半分投入。いただきます。美味しい。飲みやすさ重視したいのであれば、ココアバターの多さで見て決めるのがいいと思います。ココアは美容にもダイエットにも健康にもいい成分、本当に塊なんですね。組み合わせ次第では最強のエイジングケアドリンクができるんですよ。マグネシウム、カルシウム、鉄分とかがしっかり含まれてるので、毎日取り入れることによって食事だけじゃ補いにくいような成分とかが入ってます。フラボノイドも入ってるらしくて、抗酸化物質です。これが豊富なので肌の炎症も起きにくくさせたり、腸内環境を整えるのにも役立ちます。美肌維持したい、体型維持したいだったら純ココア。よくダイエットの大敵って思われがちだけど、むしろ痩せ体質になるんですよ。肌のためなんだね、でも太るから私はやめとこうかなって思わないでほしい。肌にいいし、飲み続ければ痩せるんです。ただそこに砂糖を入れたりとか脂質の多いミルク系とかを一緒に飲んじゃったりすると、もちろんそれは太っちゃいますよ。目的に合わせた飲み方を探していってもらえたらと思います。続いてはこちらです。ナトハのゴールデンラテを作るためのお粉です。 100% 国産のノンカフェインのターメリックラテ、生姜がプラスで入ってます。沖縄産のウコンが入っていて、全て国産素材を使っていて、1袋で20杯作れる粉末タイプ。ゴールデンラテ何それってめっちゃ動画でよく聞かれるんですけど、ターメリック、ウコンの粉
粉がミルクに混ぜられた飲み物です。ゴールデンカフェラテっていうのはそれに粉末のコーヒーを入れたものになります。存在すると思っていたんですけど、多分私がオリジナルかも。ゴールデンラテはあるんだけど、ゴールデンカフェラテっていうのは調べて出てこなかったので私が作りました。じゃあニーナさん、今まで自分で作ってたんだったらどうしてわざわざこれ飲んでるのって思われますよね、きっと。自分で作るより美味しかったんです。これに変えてからなぜか不思議とどんな分量でも美味しいんですよ。もちろん指定の量はあるんですけど、ちょっと目分量とかで入れても絶対に美味しく飲みやすく飲める。サトウキビが甘味料として入ってるので、まず白砂糖じゃないから甘味料としては安心だし、計算の結果、とにかく美味しいんです。これはだいたい 100ml に対して小さじ2杯 10g、 こんな感じです。真っ黄色で美味しい。ちゃんとドリンクですね。で、成分の特徴としてはクルクミンが普通のターメリックよりも22倍入ってるそうです。で、効果としては主にエイジングケアだったり、ウコンなので二日酔いだったり肌荒れだったりダイエットだったり便秘とか、生姜も入ってるので冷え対策にもなります。それにプラスアルファで見た目年齢を左右する血管年齢ケアのために皮髪をこれに一緒に入れて飲んでます。ごちそうさまです。今の流れでこれも今月のお気に入りなんですけど、フレッシュロックスパイスボトルの110と300の7点セット。特徴的なのは密閉性が高いスパイスボトルなんですけど、こうやって回して開けるタイプじゃないので、使うたんびにスパイスが飛び散っちゃったりっていうところがないので、キッチンも清潔に使えますし、スパイスや調味料の鮮度も保てるっていうめっちゃ優れものです。さらには見て、ここが透明なんですよ。なので容器ってその時々で中身変えちゃうこともありません。で、これは上からでも中身がわかるっていうものです。もう一つの特徴としては、こうやって開けると、普通さこういうのってこうやったら蓋がさ勝手にパカッと閉じちゃったりして調味料出にくいってなっちゃったりするじゃないですか。これは開けたところロックできるの。ひっくり返しても勝手には閉まらないし優れものです。こんないい容器出会ったことないってぐらい本当に買ってよかったです。この 110ml は4種類入っていて、小さい5つの穴タイプと少し大きめの1つの穴タイプが、2つずつ、300ml の容器が3つ。これマジで使えるので使ってみてください。私はこの飛髪とかその美容にまつわるスパイス限定で使おうと思って買ったんですけど、あまりにも使いやすすぎて自分が持ってる調味料全部これに変えようと思ってるくらい、この世で多分一番いいって思うぐらいこれはおすすめ。続いてはセルボークのモイステンリップドロップ03番。今年の4月に発売されたもので、秋シーズンのものではないんですけど、秋なんだけども暑いみたいな季節にすごくね似合うカラーだなって思ったので、結構大きめのチップなんですけど先端につく感じなので、あんまりドバッとつかないタイプになってます。結構厚みが出るんですけど、みずみずしいテクスチャーで1回塗りでシアー感のあるほんのりオレンジブラウン。重ねるとより発色します。私オレンジ似合わないんですけど、ブラウン味がかっていて、黄色とか黄土色っていうよりもボルドーみたいなオレンジが似合いにくい人にも結構これはね使いやすい色だと思います。シアー感もあるのでパキッとした発色が苦手な方にも使いやすいです。かといってちゃんとオレンジブラウンっていう秋っぽさっていうのは出せるので、季節感が欲しいという方にもおすすめです。こんなに可愛いんですけど 98% 美容成分なんですよ。まるでリップセラム。二度塗りするとこんな感じです。よりちゃんと口紅を塗ってる感が出るくらいの発色があります。 98% 美容成分ということもあってグロス感というかピカテカ感は出ます。これを抑えたいっていう場合は一度塗りでとどめておくのがいいと思います。これの何より気に入ってるポイントっていうのが、縦じわが本当にゼロになるんですよ。でモイステンリップドロップなので色付きの美容液感覚で使うっていう感じなんですね。フィッシュオフすると結構色が全て落ちてしまいます。食事がメインのお出かけの時とかっていうよりも、唇を日中潤わし続けたい、だけど可愛い色味もつけていたいっていう時に使うのがおすすめです。はい、まとめるとリップケアとカラー両方欲しいという方に特におすすめのリップです。トレンドのタンフルリップ、ぽってりツヤリップを楽しむことができるので、皆さんも試してみてください。はい、続いて皆
さん秋のチーク悩んでません？ T の TR02 番ベースカラーが結構薄めなんですね。これがすごく肌なじみが良くて全然色づきがマイルドなんですよ。ピンク色のファンデーションみたいなぐらいとっても自然な肌色なんですね。だけどさりげなくちょっとオレンジというか色黒に見えない日焼けカラー、自然な血色感を仕込ませておくんですよ。このちょっと濃いカラーをのせた時に本当に内側からじゅんわりと血色が良くなってるように見えるので、自然だし赤ちゃんっぽさあどけなさも出るしちゃんと季節感も出るっていう、もう今の季節にチークでやってほしい役割を全て担ってくれるっていうところが私のおすすめポイントです。どんなアイメイクとかどんなリップの時にも馴染むんですよ。なんでかっていうと濃すぎないし薄すぎない、物足りなくもない。今季ねこれ1個持っておくとめっちゃいいと思います。ちなみに今使ってたスポンジ、これはフォレンコスのキノコスポンジって SNS で確か言われてるのかな。今の私たちの年齢ってブラシでチーク塗ってるとちょっとよれてきちゃったりするの。スポンジタイプだったらとどめておける、こすらないから摩擦にもなりにくいしベースメイクもよれにくいっていうところがお気に入りポイントでした。はい、いかがだったでしょうか。今日は9月のお気に入り紹介でした。今季1個選ぶんだったらこれかな。今後の一軍スキンケアになる予感なんですよね。これはね試してみてほしいです。日焼けとか紫外線ダメージたくさん浴びたなっていう方はこれかな。食品系はもう迷わず試してほしい。見た目のエイジングをなるべく遅めたいっていう方にはすごくおすすめの動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。